よし君こんにちは。あ、こんにちは。くそ、雲の巣が。雲の巣。出るな。はい。本日5月26日1時38分、気温は29度、暑いんで屋根下に来ましたが、いつもとちょっと入り方違いますね。違いますね。違いますね。はい。こっちからの方がいいですかね。こっち。以前ちょっと新しい車が入りまして、そのボディカバーかぶってる。このボディカバーかぶってるやつですね。はい。でちょっとこれを今回はちょっとね、中古車のそのいつもやってる商品車紹介、はい、誰か買う人いませんかみたいなものではなくて、はい、まあ、どうしようかなと思ってて。どうしよう。どうしよう。買ったはいいけど売ろうか、売らないか、取っておくか。でついでに言うと、車自体の知識もぶっちゃけこの車全く分かんないんですよ。じゃあお前なんで買ったんだって話なんですけど、そうなります。そうであるんですけど、まあちょっとこれね、とある法人さんから会社の車の売却の話をいただいて、はい、でそれでまとめて4台、まあうちもちょっと決算とかあって、なんかタイミングがね、お互いの会社マッチして、はい、結構いろんな車を、すげえ車して、すごいよ、そういろんな車を買わしていただいたという感じなんですよね。はい、でその中の1台、4台、5台ぐらいまとめて買わしてもらったんですけど、はい、珍しいので A45、AMG の A45、ベンツ、はいはい、写真ちょっと後で送っとくからさ、パッと貼ってほしいんですけど、はい、A45 でしょ。あとは会社で使ってたアルファードでしょ、はい、であとはバイクももらって、川崎の Z1、1971年だったかなの、なんかどっかのコンプリートみたいなのがあって、でそれとこの車いただいたという感じです。で会社さんにはまとめてドカーンと結構大きいお金をお支払いしたんで、1台いくらぐらいの仕入れとかって全然考えてなくて、はい、まあそういうのもあって、ご縁でちょっといただいた車なんですが、はい、まあシルエット見ても分かんないよね。いや、もったいぶるなって話だよね。もういいや、めくっていきましょう。はい、お願いします。そのお車というのは、はい、こちらになります。よし、見るの初めてでしょ。見たことない。見たことないね。はい、こんな感じの。じゃん。おお、渋いでしょ。すごい。こういうお車なんですね。こういうお車なんですよ。このボディカバーもちょっと別のやつに変えよう。これダメだな。緊急っていうか急遽入ったからさ、はい、ちゃんとしたボディカバーもなくてさ、とりあえずでこれでやってるんだけどさ、あんまよくねえなこのボディカバー。さらにしておっ、どうですか吉井君。これはナンバーもこれもう俺の名義になってるから見せちゃって大丈夫だね。そうですか。うん。箱スカ。はい。箱スカっていうやつです。箱スカです。すごいでしょ。初めて間近で見ました。そうだよね。はい、俺もぶっちゃけ初めて間近で見たりとか、はい、座ったこと、運転したこともちろんなかった車なんですよ。はい、でやっぱりその僕の年代とかって1990年代から2000年代が結構現役世代だったんで、はい、ここら辺はあんまりご縁がなかったんですよね。で、知り合い友達にも乗ってる子があんまりいなくて、はい、っていうのがあってちょっと触る機会がなかったんですけれども、はい、今回なんか運よく運命なのが仕入れられましたと、はい、っていうので、ちょっとご紹介させてもらえればと思いました。はい、で、さっき言ったように今回その車の中古車紹介っていうものではなくて、はい、とりあえずちょっと車見てほしい、詳しい人教えてみたいなそんな感じ。知ってるわけじゃないですよね。知ってるわけじゃない。そうだからなんで売れないかっていうと、俺が知らなすぎちゃって、売った後にトラブルになっちゃっても嫌だし、そうっていうのがあるから、もうちょっと知識勉強は必要だなとは思ってるんですよね。はい、ただ最低限車屋としての知識があったりとか、売り方とかで常識的な売り方の知識はあったりとかさ、はい、そういうのは分かってはいますし、はい、まだそれでもやっぱちょっと売るにはどうかなっていうところがあったんで、はい、ちょっと悩んでますと、はい、っていう感じでございました。なので本日はそんな感じで、ちょっとまだ中古車紹介買ってくださいねっていう動画ではなく、こんなの入りました、皆さんどう評価しますかっていうところと、分かるおじさま方ぜひ教えていただきたいとそんな切り口でやっていこうと思います。 OK ですか。はい、はい、じゃあ本日よろしくお願いします。お願いします。はい、
よし君やっていきましょう。改めましてですけれども、今日紹介させてもらうのはこちらのスカイラインですね。はい。箱みたいなスカイラインなんで箱スカっていう通称なんですけれども、はい、先にちょっとエンブレム GTR ついてるんですけど、GTR じゃないので、はい、これは2000の GT ってやつですから。GT。はい、GT と、後期型に GTX ができたんですか。で、GTR があるのかな。そんぐらいなんですよ、知識が。僕も全然知らないんで。まあ知らないよね。そうだよね。それが合ってるかも。合ってるかもわかんないです。はい、そんな感じでございました。なんで、語るよりも見てもらった方が早いと思いますので、はい、車を見ていただきましょうと。はい、なんでここにちょっと車持ってくるんですけど、はい、じゃあエンジンをかけましょう。エンジンかかるんですよね。かかると思います。多分この間はかかりました。はい。じゃあ鍵を開けましょう。鍵はもちろん。これ。キーレスはないし。キーレス？何言ってんですか。キーレスじゃない。はい。鍵開きました。4枚ドアはね、こうやって押すタイプなんだけどね、2枚ドアはこんな感じで、そうクーペなんですよね。あ、2枚。はい。そういうことか。でこんな感じです。おお、渋いよね。で内装何も買ったまんまだから、もらったまんまだから、はい、洗車もしてないし、ここライター落っこってるしさ。で鍵これね、はい、刺します。はい。急に初心者になるね。刺します。はい。回す。これがハンドルロック、オフ、アクセサリーでオンと。はい。でこれで回しちゃうでしょ。回しますか。キャブ車なんで回さないんですよ。なんか3回ぐらい踏んでからやってくれって言ってたんですよね。でかける。かからない。ちょっと待ってよ。いやこれだから乗ってる人とかさ、旧車詳しい人から見たらさ、違うって言われてるんだもんね。ああ、言われてるんじゃないですか、多分。で純正だと、はい、純正のキャブとかだとここにチョークっていうのがあるんですね。チョークレバー。引っ張るやつですね。はい。でもこれ車外のキャブに変えてるんで、これはもう意味がないんですけど、はい、じゃあちょっと前ずらします。はい、はい、緊張感でもう汗だくなんだけど、緊張しますねこれ。緊張します。緊張するよ。一回ちょっと止めようかな。一回ちょっと止めようか。でもな、一回止めましょう。じゃあ一回ちょっと止めました。止めました。はい。でじゃあいつも通りの流れで言うなら、外装から見ていきますか。外装からね。まず先に、車の内容だけ言うと、はい、昭和46年式。46年、はい、ヨッシーはもちろん俺も生まれてない。すごいでしょ。昭和46年式で、はい、車検が来年まで確か残ってる、はい、それしか情報知らないです。それのみ走行距離、はい、分かりません。不明。はい、不明。修復歴、まだ見てません。多分ないと思う。はい、あんじゃねわかんねえって言われた。どっちやねんって話なんだけど、まあそうっすか、まあ旧車ですからねっつって、そうですね、っていう感じなんですけど、そんぐらいです。分かってるのは年式とグレードが 2000GT っていうことぐらい、あと車検が来年までついてて一応すぐ乗れるっていうことぐらいです。はい、OK ですか。はい、はい、で、細かいところで分かっているところはまたおいおい追っていけ説明していきます。はい、で車の状態をちょっと見ていただくと、はい、結構綺麗。ここら辺なんかはこういうのあるんだけど、これ鉄なんですよ。鉄。これも鉄かな。で、先に言っちゃうと多分リプロダクト品っていうのがあって、はい、社外新品みたいなやつは多分ね鉄じゃないんじゃないかな。鉄なのかな。だそこら辺も知ってたら教えてほしいよね。多分、はい、これはオリジナルだと思います。もし違ってたら教えてください。はい、っていう感じでした。
でこれも鉄バンパーですね。なんかこれは綺麗すぎちゃうな、年代の割にはね。そうですよね。はい、っていうのがあって、でこれはフロントのリップスポイラー、ビス3本でしか止まってないんで、おちょっとだ買うこれもらうときにさ、はい、これあれじゃないですか、150キロとか200キロ出したらもう絶対ダメじゃないですかって言ったら、いやそんな車じゃないからって散々言われました。そうですよね、失礼しましたっていう感じなんですよね。はい、かっこいいでしょ。でもかっこいいですよ、見た目は。で、ミラーは、純正なのか社外新品なのか分かんないですけど、艶消し黒になってます。はい、フェンダーミラーですからね。ここについてないでしょ。わかる？そこにないフェンダーのとこにあるミラーですね。フェンダーミラーね、はい、っていう感じになっております。で、ボンネット鉄ですね。鉄です。鉄。フェンダー鉄ですね。鉄。はい。FRP じゃないですね。鉄ですね。はい。で、ホイールがロンシャンっていうのの、復刻版かな。俺もね、ロンシャン自体は知ってるんですけれども、これの価値自体はあんまり分かってないんですが、でも復刻版らしいです。ちょっとこれ気になるね。これ好きじゃないよね。激しいですよ。激しいよね。もともとはね、なんか渡辺ってやっぱ旧車ね乗られる方は皆さん履かれる渡辺っていうホイールのもっと細いやつが入ってたらしいんだけれども、はい、前のお客さんがこれに変えて、タイヤは芝タイヤ、サイズは18555 14インチなんですね。はい、っていう感じです。エンブレム、これなんかオリジナルなんじゃない多分。はいはい、ドア、こっちだ、集中ドアロックじゃないんですよ、吉井君。集中ドアロックなんてないんで、ちょっと開けますね。はい、鉄？ドアは鉄かな。基本的に目立つ傷みたいなのはないんだよね。はい、であとルーフもこんな感じ。ちょっとここにね気泡が入ってるところがある、はい、こんな感じですね。であとここのシーラーも確かやり直してみて言ってたんだよね。こんな感じ。 OK ですか？はい、はい。でさすがね、フロントが何入ってんだっけな、ちょっと後でボンネット開けて。リアはね確かスターロード製のやつが入ってるんですよね。はい、スターロードさんは旧車好きの方は多分たくさんお世話になってるショップさんだと思いますけど、佐田さんいるじゃん。佐田さんの動画でもよく出てくるショップですね。はい、はい。給油口を見てみますか？給油口、はい、給油口をレバーで開けるよね。はい、これは鍵なんですよ。そういう形であるんですか？こっち？これだ。こういう感じ。汚れてる。こういうのきれいにしたい。でこれでしょ？引っこ抜くんですよこれ。こうやって。面白いよね。引っこ抜いて入れるんですか？引っこ抜いて入れる。どっちなんだろうこれ。タンク50リッターのやつかな。100じゃないと思うんだよな。100なんかね GDR はね100リッターらしいんだよね。ガソリンタンクが。そんな結構。100リッターってすごいよね。相当入りますね。大体普通の車、一般的な車だとそうだな、55リッターから65リッターぐらいか、はい、が平均だとは思うんですけどね。はい。で今度後ろ行きます。はい、後ろもまたねかっこいいんですよねこれ。はい、GTR エンブレム。でもこれも年季入ってるからさ。そうで結構これなんか鉄、なんかちょっと音が軽いね。はい。っていう感じですかね。こういう年代物っぽいのは俺は結構こういうのは残しときたい人みたいな。新しくて綺麗なやつがいいじゃん、普通はさ。なんだけどやっぱ旧車は旧車ならではのっていうのがあると思うので、はい、であとマフラーは、ステンレス製のデュアルタイプの、GTR っぽいラッパ型なんですかね、はい、のマフラーという感じになってます。さっきいい音してましたね。めっちゃいい音になってました。はい、でエキゾスマニホールドからあとはステンレスが入ってて、触媒ってないんだってこの年代。浄化装置となる触媒はないらしいです。じゃあトランクいってみますか。はい、トランク。もちろん鍵こっちか。こっち。
あとこのスポイラーね。はい。FRP かなこれは。FRP っぽい感じだね。はい、トランク。ででん。こんな感じです。トランクは鉄？いや、これ FRP かな。あ、これは FRP っぽい。あれ？どっちこれ？多分 FRP だと思うんだよな。鉄でこんな軽いわけないよな。あ、でも鉄じゃないよな。わかんない。わかんない。わかんない。ちょっとここら辺とかさ、映して。こういうところ。いや、鉄じゃないよな、これ。あ、中見りゃわかんない。あ、鉄っぽいな。FRP 貼ってないな。この中。はい、この間オークション会場で見たやつは FRP のあれだったんだよね。トランク。はい。純正がないからさ。別に FRP 貼ってる感じじゃないな。わかんないです。ごめんなさい。はい。トランクルーム見ましょう。めっちゃ綺麗じゃん。めっちゃ綺麗です。まあ掃除はしてないけどね。はい。でこっちとかも水溜まってないしね。どうですか。これは相当綺麗なレベルですよね。はい、そうですね。じゃあこっち側は？サビとか全然ない。ないですね。いいでしょ？はい。はい。っていう感じなんですよ。閉めます。はい。とにもかくにも優しく。はい。はい。まあ右側見てもらっても左と同じかな。まあ綺麗な感じでしたと。こんな感じですね。はい。OK ですか？はい。はい。ここまでどうでしょう？評価としては。いや、わかんないですけど、とりあえずものすごい程度いいんじゃないですか。お、なるほど。はい。いいね、いい評価だね。じゃあ次行ってみましょう。ただ俺的には、まあやっぱりなんだろうな、超細かいことを言うと、こうルーフのこれねカメラで映るかな。塗装の仕上がりとか、わかる？ちょっとムラムラ。ああ、そうです。まあ若干見えます。あるよね。っていうところだったりとか、あとはこういうところ、このシール。はい。これ俺この間もう一台別のやつをオークションで見てきたんだけどさ、こんなシールではなかったのよ。ここね。はい。あ、そうそこ。ここまで OK？ はい。で、じゃあこのシールがいいのか悪いのか。はい。仕上がりがちょっとまあね、ベタベタしてるじゃん。そうですね。なんだけれども、もしかしたらこれが雨漏れ用なのか、錆止め用なのか、何を意味してこうなってるのか、もしくは純正がこうなのか、はい、それすら分からんと、はい、っていうところがあります。OK ですか？はい。はい。じゃあ次は見たいエンジンルームに行きましょう。はい。はい。エンジンルームはここね。このレバー。まあこれは普通の車と同じかな。ああ、このレバーで。そう。はい。引くと開きます。でですね、よし君、ボンネット今引いたじゃないですか。はい。普通はさ、まああっちのスープラみたいにさ、今バッテリー充電してるけどさ、はい、前が開きますよね。そうですね。この車開いてる場所違いますよね。なんか手前側開いてます。どう開くか分かりますか？手前側から前の方に開くってことですか？っていう感じですよね。はい。いきます。そういうことです。あ、ここにレバーがあるんですか？はい。ここにレバーがレバーない。レバーはないのか。ただ上げるだけ。上げるだけか。こう。ドンと。こうやって開くんですね。でこれもう怖くて俺ずっとやってる時持ってたんだけど、お客さんから、いやいやここ押さなきゃ倒れてこないから大丈夫だよって言われて。本当ですか？ああ、そうなんですね。これでいいらしいです。倒れそうに見えます。倒れそうに見えるけどね。大丈夫らしいです。怖っ。はい。でですね、エンジンはこんな感じです。あ、よし、こっちから取ってもらった方がいいかな。そう。なんでそっちからかっていうのは後で説明しますけれども。エンジンは通常のスカイラインは確かに L20 っていうの、まあかというと L 型のエンジンの 2000cc が標準で、だから 2000GT なのね。で、その L 型のエンジンって、ここはねちょっと知ってて、存在はたくさん知ってて、ワードはたくさん知ってて、 L28 っていうエンジンがあって、まあこの L 型のエンジンの一番排気量が大きいやつ、L 型の 2800cc ですかね。でこの車はですね、そのエンジン L28 のエンジンに乗せ替えてあるという感じになっております。だから排気量は 2800cc で、逆に言うとさらにそれをボアアップとかオーバーホールついてボアアップとかして、まあ、3.1 とか
リッターまで上げてる人たちもいるらしいんですけれども、はい、これは通常の 2800cc のエンジンらしいです。はいはい、で、それに合わせてあとキャブレーターは、ウェイバーっていうメーカーのキャブレーターがついていると。はい、でパイ数は一応40パイっていうふうに聞いてますけれども、まだ測っても何もないのでそれが本当なのかは分からない、はい、ただ40パイと聞いてますとっていう感じでした。であとは、ラジエーターですね、はい、ラジエーターがアルミのラジエーターに変わっているとっていう感じです、はい、以上です。以上以上です。あと何変わってんの分かんない以上です。何が、まあ、こういうプラグコードとかですか、はい、が変わってるって感じです。ヨッシー君ですね、ベルトを見てもらうとですね、1本しかないんですよね。わかります？ 1 本しかないよね。1本ですね。通常のファンベルトってさ、2本とか3本とかあるわけじゃん。はい。なんで2本3本あると思いますか？その役割は何ですか？数あることで、はい、それぞれ力を出す。なるほど、はい、全然違いますエンジンの回転を使って、はい、他のコンプレッサーも一緒に回してあげるんですね。でその他のコンプレッサーを回すことによってそのコンプレッサーの力でいろんなものを動かすことができると、はい、いろんなものっていうか1個のコンプレッサーでいろんなものを動かすわけじゃなくて1個のコンプレッサーで1個の機能を補うことができると、はい、例えばなんだけれどもエアコンのコンプレッサーありますよね、はい、エアコンのコンプレッサーこれは今1本ついてるのはオルタネーターダイナモオルタネーター要は発電機のファンベルトなんですよね、はい、だからエンジンの回転して発電機も一緒に回して充電していきましょう。だから車はバッテリーの容量だけで生きてるわけじゃなくてバッテリーを通じてこうぐるぐる充電したり放電したり充電したり放電したりを繰り返してるわけですよ。でパワーを使ってエアコンがついてればエアコンのコンプレッサーをつけてもう1本ベルト足してエアコンが回る、はい、もう1本パワーステアリングの、コンプレッサーとかがついてればそのパワーステのポンプの力を使ってハンドルが軽く切れますと、はい、っていう感じなんですけれども、さっき言ったようにこの車は1本オルタネーターのみですよね。はい、っていうことはエアコンはないパワーステはない、っていう車なんですよ。そもそもついてないから、はい、そういらない。まあいらない、そうだね。当時はいらなかったのかわかんないですけど、まあ少なくとも気温に関しては当時はなくてもいけたんだろうね。今ちょっときついと思うけど。まあ、いずれにしてもこの車は、そこら辺はオリジナルの状態で、エアコンもパワーステもついてないと、はい、っていう感じになっております。で、エンジンルーム見ていただくとやっぱり綺麗でしょ。いやめっちゃ綺麗です。ちょっと細部まで映してね、さっき言ったようにその諸先輩方にご判断をいただきたい。エンジンではなくやっぱりフレームの部分、はい、見てもらうと、そっちのさ内側のさこういうこのインサイドパネルの部分とかこういうところとかあとサイドクロスメンバーのこういうまっすぐ縦に走ってるところとか見ていただくとやっぱりめちゃくちゃ綺麗でしょ。はい、綺麗じゃん。めっちゃ綺麗ね。こういうとこつなぎ目とかもさそうだしさ、はい、っていう感じなんですよ。はい、でこの車は先に話しちゃうとボディ至るところ綺麗です。まあなんか塗り直したところあるっぽいよね。でトランクとかも綺麗だよね、エンジンルームも綺麗だよねって話じゃん。はい、一回ねフルレストはしてるらしいです。まあ旧車好きな方は結構皆さんやるらしいんですけれども、はい、ボディをエンジンから全部下ろして一回どんがらにして、はい、でどんがらの状態でサビを直したりとかやってでもう一回オールペンしてでその後もう一回ボディをエンジンとかを組み込むとっていう作業は、やってる車らしいです。はい、なるほど。なので、これだけ綺麗という感じでした。まあ、買った後自分でやるよりかはやってあった方が当然いいのでそういった意味ではこれはいいんじゃないかなと思います。はい、OK ですね。はい、はい、で閉めるときはここを押して閉じるとこういう感じですね。でここからバタンとやらずにここら辺からでいいですか。 OK 閉まりました。これで閉まってる。これ閉まってる。これ閉まってるという感じでございました。はい、ここまで OK ですか。はい、どうですか。まあ、変わらず、はい、程度はいいのは間違いなさそうです。程度はいいのは間違いなさそうでしょ。はい、そうなんです。一応ここどうしようかな。一旦ここで切ろうかな。ちょっとこの動画一応2本立てで今回考えてます。はい、その1本目は今みたいなその車の紹介的なのをちょっとやらせていただいて、はい、2本目は試乗、はい、ちょっと走行動画も撮りたいなと思ってたんですけど、はい、ちょっと紹介が長くなりそうなので一回ここで切っちゃってもいいかな。じゃあ一回ここで切ります。はい、で次なる動画は
この続編ですか。で3本目に試乗にしようか。一応そんな感じでやっていければと思います。はい、一旦ここまでありがとうございました。中に関してはこんな感じになってまして、これで乗ってる人結構見たことあってかっこいいなとか思ってます。このハロゲンのオレンジ、これがいいんですよ。ああかっこいいよね、めちゃくちゃ。でこの